僕は筆箱の中身を考えるのがすごく好きなんですよね。ということで今回はシーサーのダクトペンケースに入れる筆箱の中身を考えていこうと思います。今回やりたい中身のコンセプトは黒で統一です。男子が好きな色ってやっぱり黒ですよね。黒ってすごく無難な色なんですが、重厚感が出てすごくかっこいいです。そんなかっこいい黒い文房具を黒い筆箱に入れて最強のペンケースを今回は作っていこうと思います。今回使うペンケースはシーサーのダクトペンケース。お値段が約3万円と結構高いペンケースです。ですが経年変化を楽しめるイタリアンレザーが使われている点。ズボンのポケットにも入るぐらいコンパクトなのに必要な文房具はしっかり入る点。どんなペンを入れても映えてしまうウルトラスウェードの内装などなど、妥協を許さず作ったからこそ得られる所有欲を満たしてくれるペンケースとなっています。ダクトペンケースには8種類のバリエーションがあります。今回は黒で統一ということでネロを使っていこうと思います。で、マルゴーとマルゴーフォグどっちにしようかというところですが、どちらも内装は全く同じなんですよね。外の革にホワイトワックスが乗っているか乗っていないかだけの違いと思ってください。今回は極限まで黒でやっていこうということで、ダクトのマルゴーの方のネロを採用していこうと思います。ペンケースが決まったところで早速中身を考えていこうと思います。このペンケースの容量としてはペン4本、消しゴム定規、芯ケースでその他の文房具という感じです。で、それをもとに具体的な本数を決めてみました。シャーペン2本、ボールペン1本、多機能ペン1本、消しゴムが1個、ピンポイント消しゴムが1個、定規が1本、でコンパクトな芯ケースでその他入ればなんか入れていきたいなと思います。ではそれぞれ何を入れるか考えていこうと思います。まずはペン以外のものを入れていきたいので、この左側のスペースの定規から考えていこうと思います。僕が持っている黒色の定規は緑のアルミ&ウッド定規のシーサースペシャルエディション、緑のアルミ&ウッド定規の黒、靴輪のハイライン、緑のアルミ定規ノンスリップ黒、工房節の銘木定規、トライテックカーボン定規でございます。この中から今回は決めていきます。まず緑のアルミ&ウッド定規のシーサースペシャルエディション入れてみると結構いい感じですね。ウォールナットの木とウルトラスウェードが結構似合ってて、で定規自体も結構薄いので、全然膨らむことなく入れることができます。で緑のアルミ&ウッド定規の黒を入れてみると、こちらね竹でできているので、ちょっと竹のところが明るいかなという感じがしますね。なのでこちらは今回は却下させていただきます。続いて靴輪のハイライン、こちらはこうやって伸ばしてあげると全長30センチにもなる定規となっています。そのためかかなり分厚いんですよね。入らなくはないんですけれども、ちょっと定規のポケットが膨らみすぎちゃうような感じがするので、今回は却下したいなと思います。続いて緑のアルミ定規ノンスリップ黒、こちらは定規の裏側にエラストマーという滑り止めが埋め込まれているので、線を引くときに滑りにくいようになっています。あまり動画で紹介したことがなかったんですが、実は数年前からね持ってたものです。定規の中では大きくてでちょっと分厚い方なんですけれども、これなかなかねいいんじゃないかなと思います。今回使うダクトペンケースが、ほぼ新品ということで、ちょっと定規ポケットが膨らんでる感あるんですけれども、使えば使うほどこのポケットもねくたってくるので、あんまり膨らみは気にならないかなと思います。実際僕が3ヶ月使っているダクトペンケースにこの定規を入れてみたら、ちょっと膨らんでるかなっていう感じなんですけども、そこまで膨らみを感じなかったです。なのでこれは結構ありかなと思いました。続いて工房節の銘木定規、こちらはレースシーオークという木が使われた木目を楽しめる定規となっています。サイズ的には結構ぴったりかなと思うんですけれども、結構木目が赤っぽいんですよね。でこの赤の主張がちょっと激しいなということで、今回は黒色でできる限り統一していきたいなと思うので、ちょっと木目の主張が激しいなということで今回は却下したいなと思います。で最後トライテックのカーボン定規入れてみると、ちょっと長くて収まらなかったですね。この定規全長が 17.5 センチあります。ダクトペンケースに入る定規の長さが最大で 165mm までとなっているので、ちょっとサイズオーバーということで今回は却下したいなと思います。でこの中でいいなと思ったのが、このアルミ&ウッド定規のシーサースペシャルエディションと緑のアルミ定規のノンスリップの黒ですね。正直どっちもすごい似合うんですけれども、今回は真っ黒なこちらのアルミ定規を入れていきたいなと思います。定規が決まったところで、次はピンポイント消しゴム見ていこうと思います。僕が持っている黒色のピンポイント消しゴムはヘテラのスライドイレーザー、ペンテルクリックイレーザー4プロ、
ペンテルクリックイレーザー4オレンズネロ、靴輪のペン字消しですね。ピンポイント消しゴムを入れるならこの定規の隣に入れようかなと思うんですが、このヘデラとペン字消し、この2つはね結構分厚さがあるので入らなくはないんですけれども、もう少し薄い方が収まりがいいなということで今回は却下したいなと思います。残るはペンテルのクリックイレーザー4プロとクリックイレーザー4オレンズネロの2本です。クリックイレーザー4オレンズネロはオレンズネロの 0.5mm が発売された記念として、販売された限定モデルとなっています。今は販売されてないと思うのでちょっとレアなのかもしれないですね。今回どっちかなって考えたらやっぱり4オレンズネロですよね。真っ黒で統一されたピンポイント消しゴムってなかなかないと思うので、今回はねこちらを入れていこうかなと思います。こんな感じでこのポケットにねクリップで刺すとしっかりと固定されますね。サイズとか厚さ的にも本当にねちょうどジャストフィットって感じですね。続いてはここのちっちゃいポケットに入れるものを見ていこうかなと思います。正直ここは入れても入れなくてもどっちでもいいようなスペースとして設計したんですけれども、入れるものとしてはこういったクリップだったりコンパクトなハサミとか、あとは文房具とは関係ないんですけれどもこういった SD カードとか、そういうなんか薄くてちっちゃいものをとりあえず入れておきたいなみたいな、需要に応えてくれるスペースとなっています。黒いクリップを僕自身ちょっと持ってないので消去法になっちゃうんですが、僕の手持ちだとこのハサミだけになっちゃいます。こちらのハサミはアレックススリム100ノワールでございます。税込み1485円です。ノワールというのはフランス語で黒という意味があって、全長が 100mm のすごいコンパクトなハサミとなっています。なんか細かいなんか糸を切りたいなとか、なんかそういう時にねすごい使えるハサミですね。このハサミこんな感じで入れてみるとかなり似合いますね。ただ気になった点としてクリックイレーザー4オレンズネロとぶつかっちゃうんですよね。実際このままご利用してもそんなに膨らむことはないんですけれども、なんか見た目的にちょっとぶつかっちゃってる感じがしてあんまり綺麗じゃないのかなって感じがしました。かといってクリップで挟まずに使うってこともできるんですけれども、そうするとなんか定規とクリックイレーザーがぶつかってちょっと傷がついちゃいそうなのもなんか嫌なので、今回クリックイレーザー4オレンズネロを使うのやめようかなと思います。でその代わりになんか違うピンポイント消しゴム入れたいなと思っていたところにちょうどあったのがこちらのシードのレーダーラインですね。これ完全に存在を忘れてました。僕が好きなシードのレーダーっていう消しゴムがあるんですけれども、それのスリム版ですね。かなりスリムでしっかり消えてくれるので、すごい学生の時結構ねこれ使ってた記憶がありますね。でこれこうやって刺してみるとこうやって奥の方に刺せば勝手に動かないようになるので、定規も傷つくことがないし、こっちを今回は使っていこうかなと思います。今回ここにハサミを入れたんですが、ハサミを入れる際は十分に注意してください。先端がすごい尖ってるハサミとかだったら結構奥までね深く差し込んでしまうと場合によっては穴を開けてしまう可能性があります。あとこうやって刺した状態でハサミを開け閉めしてしまうとウルトラスウェードを突き破ってしまう可能性があるので、ハサミを入れて使いたいという方は十分に注意してください。続いて芯ケースを見ていきましょう。芯ケースを入れるときはこのペンケースの真ん中の小さいポケットに入れるという形になります。このポケット自体かなり小さいので一般的な市販の芯ケースは入れることができないんですよね。なのでこういった Amazon とかで売っている芯ケースとして販売されているものを入れるのがおすすめです。僕が持っている黒い芯ケースで言うとこちらのラダイトの This Industrial、 これのブラックとこのグラデーションがかったブラックとブラウンの組み合わせですね。この2つなんですけれども、今回は黒統一ということでこの全身ブラックの方を入れていこうと思います。で中に何の芯を入れるかなんですけれども、これに関しては僕が最近一番お気に入りのペンテルのアインを入れていこうと思います。僕いろんなシャープ芯をこれまで使ってきたんですけれども、その中で一番このペンテルのアインがおすすめですね。こちらのペンテルのアインはアインシュタインというシャープ芯の進化版と思ってください。アインシュタインよりも濃くでさらに滑らかになったシャープ芯となっています。アインシュタインもすごい好きだったんですけれども、それよりもさらに書き味が向上しているということで最近はアインばっかり使っております。ペンテルのアインの 0.5mm を入れていこうかなと思います。続いては消しゴムを入れていこうと思います。僕が持っている黒い消しゴムはこんな感じですね。トンボのモノ消しゴムのブラック、コクヨのリサーレ、サクラクレパスのアーチ、ステトラのラソプラスト、
シードのレーダー、この5つです。その中で何を入れようかなっていう感じなんですが、入れるスペースがこのフラップの上のところなので、なるべく小さい消しゴムを入れた方が使いやすいんですよね。なのでシードのレーダーか、このモノ消しゴムか、ステッドラのラソプラストのこの3つのうちどれかにしようかなと思います。シードのレーダーは50周年記念カラーしか持ってなくて、ちょっとケースの色が緑だったりオレンジだったりして黒統一にはならないんですよね。なので今回は却下したいなと思います。黒で統一したいなとなると、このステッドラーのラソプラスとか一番いいなと思ったんですが、この消しゴム使ってみると正直あんまり好きな消し心地じゃないんですよね。消す時に非常に細かい消しくずがポロポロと出てきてしまいます。これだけポロポロと出てしまうと消しカスをまとめるのがすごく大変で、学校だったら床に消しカスをポンとねもう捨ててしまえばよかったんですけれども、家で消しゴムを使うってなるとあんまり床に消しカスを落としたくないですよね。これだけ消しカスがまとまらないとすごく片付けるのがめんどくさいので、せっかく見た目はいいのになんか実用性が良くないなということで今回は却下したいなと思います。消去法的な選び方なんですけれども、超定番のトンボのモノ消しゴムを今回は採用したいなと思います。で、最後、皆さんお待ちかねのペンを選んでいこうと思います。まずはシャーペンを選んでいきます。せっかくシャーペン2本入れるなら、違う神経を入れていきたいなと思います。0.5mm のシャーペンはまず入れたいなと思うので、膨大なペンの中から1本を探していきたいなと思います。まずはペンテルのスマッシュ。こちら入れてみると、結構似合いますね。ノックキャップの色まで黒になっているってことで、今回のコンセプトとしてもかなりいいかなと思います。続いてパイロットの S30 入れてみます。これ単体としては悪くないんですけれども、クリップの部分がシルバーのメッキになっちゃってるってことで、ちょっとこのシルバーが目立ちすぎちゃうような感じがして、今回のコンセプトからはちょっと外れちゃうかなっていう感じがするので、今回は却下したいなと思います。続いてペンテルのケリー。こちらもやっぱりシルバーの金具があるので、今回は却下したいなと思います。なのでシルバーのメッキが極力使われてない限りなく真っ黒なペンを探していこうと思います。で、こちらがロットリングのラピッドプロですね。こちら入れてみるとこんな感じでめちゃくちゃかっこよく引き締まってます。続いてロットリング600。こちら入れてみるとこれも結構いい感じです。赤い輪っかはね多少あるんですけれども、それがいい味になってるのかなって感じはしますね。続いてロットリング500。ロットリング500になるとこのシルバーの装飾がねちょっとあるので、500か600かって言ったら600の方が今回のコンセプト的にはいいかなと思いました。続いてロットリングの800と800プラス。こちらもまあまあ似合うっちゃ似合うんですけれども、どうしてもねゴールドの金具が使われているのでちょっと今回は却下したいなと思います。すごく余談なんですけれども、僕のロットリング800、この赤いねゴムのところが紫外線かなんかですごく色が剥げちゃったんですよね。ちょっと僕の保管方法が悪かったのかなと思ってちょっとこれ反省してます。続いてこちらはロットヘデラのスタンダード製図用シャープでございます。ヘデラはTSUTAYAのオリジナル文具ブランドなんですけれども、結構ロットリングに似たデザインになってますよね。いいっちゃいいんですけれども、ちょっとクリップが長いので書いてる時にこのクリップが指に当たっちゃうんですよね。なんかそれがちょっとストレスで、ちょっとね僕それがあんま好きじゃなくて今回は却下したいなと思います。同じようにロットリンじゃなくてヘデラの製図用シャープ2に関しても似合うっちゃ似合うんですけれども、ちょっとクリップが長いので却下します。続いてプラチナ万年筆のプロユース1000。こちら入れてみると、悪くはないんですけれども、もう少し似合うペンは他にあるかなっていう感じです。続いてプラチナのプロユース171。こちら入れてみると太さもやや太めなのでまあまあ似合うかなと思います。続いてカベコスペシャル。カベコスペシャルは正直どのペンケースに入れても似合うデザインをしているので、これはもう悔しいぐらい似合っちゃいますね。続いてペンテルのオレンズネロの 0.5mm。これも普通にかっこいいですね。続いてユニのクルトガメタルモデル。これもいいですね。これも普通に似合います。続いてステッドラの92535オールブラック。こちら入れてみるとこれも結構かっこいいですね。あとはステッドラの92515のブラック。こちら550円とすごい安いペンなんだけど、全然安っぽさを感じさせないぐらい似合っております。それからステッドラのヘキサゴナルのブラック。めちゃくちゃかっこよく引き締まってます。あとはトンボのモノグラフライトのシャーペン。クリップがちょっとプラスチック感があって少し安っぽいかなと思いました。続いてこちらはトンボのモノグラフファイン。これも普通に似合いますね。続いてプロッターの2002メカニカルペンシル。全身ローレット加工のシャーペンです。
真っ黒のシャーペンなので、これはかなり有力候補かなと思います。あとはコクヨの鉛筆シャープ。こちらはちょっと安っぽさがどうしても出ちゃってるかなっていう感じですね。続いてこちらはペンコのドラフティング。かなり短いシャーペンなんですけれども、太さも相まって結構似合ってるかなと思います。最後はトンボのズーム C1 のシャーペンですね。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。この中のどれかかなっていう感じなんですが、カベコスペシャル入れてみると、やっぱりね、めちゃくちゃ似合っちゃいますね。普通に似合いすぎちゃって困るぐらいなんですけれども、でもここでカベコを選んじゃうとなんかちょっと安直すぎるかなっていう感じがしてしまいます。なのでカベコスペシャルじゃないものを今回は入れたいなと思います。個人的にいいなと思ったのがステッドラのヘキサゴナル、クルトガメタルモデル、ロッドリングのラピッドプロ、この3本ですね。どれもめちゃくちゃ似合うなと思うんですけれども、この中で特に入れててかっこいいなと思うのはステッドラのヘキサゴナル。この六角形のゴツゴツとしたコード表示窓がついたノックキャップがかなり男心くすぐられてかっこいいなと思います。なので今回はヘキサゴナルにしようかなと思います。続いて 0.5mm 以外のシャーペンを見ていきます。一応持ってるので言うとペンテルのスマッシュの 0.3mm、ペンテルのオレンズネロの 0.2mm と 0.3mm、ステッドラーの92515、今はなきペンテルのグラフペンシル PG4、ユニのクルトガ KS モデルの 0.3mm、トンボのモノグラフファインの 0.3mm、ここら辺が有力候補かなと思います。個人的に入れたいなと思ったのが、今は廃盤のペンテルの PG4 なんですけれども、PG4 を入れてみると、ここのコード表示窓のところがどうしてもグリーンになってしまうんですよね。これはこれで全然悪くないんですけれども、せっかくここまで真っ黒でやってきてるので、やっぱりここはね、黒で貫きたいなと思います。そうなってくるとペンテルのオレンズネロだったり、あとはクルトガの KS モデル、それかペンテルのスマッシュの 0.3mm、ここら辺がいいのかなっていう感じはします。ペンテルのオレンズネロの 0.3mm なんかはヘキサゴナルと同じようにねゴツゴツしててかっこいいんですけれども、ちょっとヘキサゴナルとオレンズネロ系統が似ているなっていう感じがするので、もう少し違う系統の方がいいのかなと思いました。クルトガの KS モデル入れてみると、これ結構いいですね。プラスチック製のシャーペンなんですけれども、そうは思わせないぐらいこのペンケースに似合う質感になっております。でもクルトガで 0.3mm を使う機会って正直僕そこまでないんですよね。 0.3mm って十分細いので、これ以上尖らせる必要がないのかなっていうところで、そうなってくるとペンテルのスマッシュの 0.3mm なのかなっていう感じがしますね。でこちら入れてみるとこんな感じで、バイクのサスペンションをモチーフにしたノックキャップが、すごいねかっこいいですよね。ヘキサゴナルとの相性もなかなかいいので、今回はペンテルのスマッシュの 0.3mm を入れていこうかなと思います。シャーペンが決まったところで、続いてはボールペンを決めていきたいと思います。僕が持っている真っ黒のボールペンでいうと、パイロットの G2 リミテッド、あとはステッドラーの 42525F9-1、こちらステッドラーのボールペンの限定色ですね。それからスティルフォームアーク、パーカーのジョッター XL モノクローム BT、トンボのズーム C1、トンボのズーム L1 でございます。この中からボールペンは選んでいこうかなと思うんですけれども、このダクトペンケースに入れるとき、どうしてもペンの上の方しか見えないんですよね。そうなってくるとペンの上の方のデザインがいかにかっこいいかっていうのが重要になってくるかと思ってて、その中でいいなと思った2本がトンボのズーム C1 とパーカーのジョッター XL ですね。この2本のどっちかにしたいなっていうふうに思ったんですが、ちょっとパーカーのジョッター XL の方はこのクリップとノックキャップのところが光沢のなんかガンメタルみたいな色味になっているんですよね。で一方ね、もう決まったシャーペンのこの2つはマットブラックになっているので、ちょっとこの質感同士が喧嘩しちゃってるような感じがして、どうなのかなっていう感じがしました。なので今回のね、しっかりと統一させたデザインというコンセプトを考えたら、トンボのズーム C1 がめちゃくちゃ似合うなと思いました。なので今回はズームの C1 を採用したいなと思います。はい。で、最後、多機能ペンを考えていこうと思います。僕が持っている真っ黒の多機能ペンというと、ユニのピュアモルト5機能ペン。
あとはユニのジェットストリーム 4&1 のフルブラック。こちらは限定カラーですね。ロットリング600 3-in-1、ヘルベチカ 4-in-1、ロメオ 4-in-1。ちょっとね、クリップのところとかシルバーになってるんですけれども、ゼブラのシャーボ X の CB8。この中から多機能ペン選んでいこうかなと思います。まずユニのジェットストリーム 4&1 のフルブラックなんですが、こちらラバーグリップになっているんですよね。なので刺してみると、全然刺せなくはないんですけれども、どうしてもラバーのところが出し入れするときに引っかかってしまって、あまり滑らかじゃないということで、ちょっと今回は却下したいなと思います。でこちらがピュアモルトオークウッドプレミアムエディションの5機能ペン。中身はジェットストリーム 4&1 と全く一緒なんですが、このグリップのところがピュアモルトというウイスキーの樽として使われていた木がこのグリップのところに使われています。こちらこうやって入れてみると、結構ね、滑らかに刺すことができました。見た目のバランス的にはかなりいいんじゃないかなと思います。でフラップをこうやって閉じてみると、ちょっと気になったところとしては、どうしても1本だけこういう長いペンが入ってしまうと、フラップを閉じた時に少し斜めになってしまうんですよね。これを解決する方法としては、長いペンをこの真ん中の2本のところのどっちかに入れてあげて、フラップを閉めてあげると斜めになるということは防げます。それかもう1本長いペンをこのように入れてあげると斜めになるということはなくなるんですけれども、そこまでするのもなみたいな、斜めになっても全然使えることは使えるんですけれども、ちょっと今回は全長があまり長くない多機能ペンを入れていこうかなと思います。ロットリング600の 3-in-1 を入れてみるとこんな感じで、すごいまとまりとしてはね、かなりいい感じになりますね。あとはゼブラのシャーボ X の CB8、こちら入れてみてもちょうどいいサイズ感ではあるんですけれども、どうしてもクリップのところがシルバーになっちゃってるので、統一感というところを考えるとロットリング600の 3-in-1 が一番いいかなと思います。なので今回はロットリング600の 3-in-1 を多機能ペンとして選んでいこうかなと思います。ということでお疲れ様でした。この筆箱の中身すべて決まりました。最後にまとめると、ペンケース本体はシーサーのダクトペンケースのネロ、定規は緑のアルミ定規ノンスリップ黒、ピンポイント消しゴムはシードのレーダーライン、ハサミはアレックススリム100ノワール、新ケースはラダイトのディスインダストリアルのブラック、消しゴムはトンボのモノ消しゴム、0.5mm のシャーペンはステッドラのヘキサゴナル、0.3mm のシャーペンはペンテルのスマッシュで、ボールペンはトンボのズームの C1 を入れました。で多機能ペンはロットリング600の 3-in-1 のブラックが入っていますという感じで、黒統一の中身が決まりました。こちらのダクトペンケースは現在全部で8種類のバリエーションがあるんですが、内装は全て同じブラウンになっております。ただ外の革の色によってこのファスナーのテープの色が変わってくるので、今回使ったネロはこのブラックのファスナーテープの色なんですが、ブラウン、トルケーゼ、カスターニャの3色はまた全然違ったファスナーテープの色なので、また内装の雰囲気も全然違ってくるんですよね。黒で統一した中身を作りたいと考えている方は、やっぱり今回使ったネロが一番ね、このファスナーテープの色も黒だし引き締まって見えるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。